トントン、トントン。朝の台所に響く規則正しいリズム。まな板を叩くその音が私を目覚めさせます。窓の外には朝露に濡れた静岡の茶畑。遠くには雪をかぶった富士山が見えます。畳の香りが漂う寝室で、私は深く息を吸い込みます。当たり前だと思っていたこの朝の空気。台所からは出汁の優しい香りが流れてきます。あなた、おはようございます。妻の悦子が少しかすれた声で言いました。湯気の向こうにある見慣れた笑顔。それが何よりの贅沢だと気づくのに、私は50年の歳月を費やしてしまいました。朝食の後、私たちは縁側で茶を飲みます。古い木造の家は歩くたびにきしみますが、その音さえど愛おしく感じられるのです。庭には悦子が丹精込めて育てたアジサイ。悦子の細い指が湯飲みを包んでいます。その指先には家事をこなしてきた証のタコ。ふと彼女の手が小さく震えているのに気づきました。悦子は慌てて茶碗を置きます。少し冷えましたね。彼女は無理に作った笑顔で立ち上がりました。私は何も言えずにそれを見送るだけです。昔の私なら気づきもしなかったでしょう。自分のことばかりで妻の疲れなど見ようともしなかった。そんな傲慢な日々が今になって胸を締め付けます。30年前の私は仕事ばかりの男でした。家は寝に帰る場所、悦子は家政婦のような存在。飯、風呂、寝る。それしか言わない冷たい夫だったのです。ある嵐の夜、悦子が熱を出して寝込んだことがありました。幼い子供たちが泣いているのに、私は苛立っていました。飯はまだか。布団の中で震える妻に、そう言い放ったのです。今、思い出すだけでも顔が熱くなります。悦子はどんな気持ちで、あの言葉を聞いたのでしょうか。彼女は何も言わず、這うようにして台所に立ちました。あの日彼女が流した涙は、冷たい雨の音にかき消されてしまいました。私は今、その罰を受けているのかもしれません。午後の日差しが今の畳を照らします。悦子が買い物に出かけた隙に、私は探し物をしていました。老眼鏡がどこにも見当たらなかったのです。彼女の古い符箱の横に見慣れない紙袋がありました。何気なく中を覗くと、そこには薬の袋。大きな病院の名前が記されていました。心臓が嫌な音を立てて跳ね上がります。袋の中には見たこともない大量の錠剤。悦子は一度も具合が悪いと言ったことはありません。大丈夫よ。いつもそう言って微笑んでいたのに、私の知らないところで彼女の時間は少しずつ削り取られていたのでしょうか。慌てて紙袋を隠し、私は何でもないふりをしました。悦子の顔を見ると、以前より少し痩せた気がします。夕暮れ時、庭のアジサイが影を落としています。夕食の準備を始める彼女の背中。その背中が以前よりもずっと小さく見えました。今日の夕飯はあなたの好きな肉じゃがですよ。明るく振る舞う彼女の声が悲しく響きます。私は知ってしまった。この穏やかな日常が薄氷の上にあることを。
今まで彼女に甘え続けてきた報いが、すぐそこまで来ているのかもしれません。この夜が明けても、また同じ朝が来るのでしょうか。私の隣で彼女は明日も笑ってくれるのでしょうか。不吉な予感は冷たい風となって、私の心を揺さぶり始めるのでした。ガッシャーン。静かな朝の空気を切り裂く鋭い音。台所から聞こえたのは陶器が割れる音でした。慌てて駆け寄ると、そこには悦子が倒れていました。床に散らばったお気に入りの萩焼きの茶碗。青白い顔をした彼女は呼吸を乱しています。悦子、しっかりしろ。私は彼女の肩を強く揺さぶりました。震える手で救急車を呼びました。受話器を握る指が自分のものとは思えないほど冷たい。50年、この家を守ってきた彼女の体が、羽毛のように軽く、儚く感じられました。救急車のサイレンの音が、遠くの茶畑に虚しく響き渡っていました。病院の廊下は、消毒液の匂いが充満しています。私は硬い椅子に座り、呆然と壁を見つめていました。手術室のランプが赤く不気味に灯っています。ふと自分の手を見ると、悦子の血が少しついていました。医者の説明は難しくてよくわかりませんでした。心臓の持病がかなり進行していたということ。どうしてもっと早く。医者の言葉が鋭い針のように胸を刺します。私は夫でありながら何も知らなかった。彼女が時折胸を押さえていたこと。夜中に一人で苦しそうに息を吐いていたこと。すべてを年のせいだと片付けていた。自分の鈍感さが恐ろしくなりました。悦子が入院して3日が過ぎました。一人で帰った家はまるで廃屋のように冷え切っています。お腹が空き、台所に立ちましたが、立ち尽くすだけです。砂糖がどこにあるのか、出汁はどうやって取るのか。私は何一つ知りませんでした。炊飯器の使い方もわからず、適当にボタンを押しました。しばらくして漂ってきたのは香ばしい匂いではなく、真っ黒に焦げた嫌な匂いでした。何をやっているんだ、私は。定年まで会社を支えてきたという自負が、音を立てて崩れていきました。台所の隅に悦子のエプロンがかかっています。彼女は毎日この場所で戦っていたのです。私の飯はまだかという身勝手な言葉に、一度も文句を言わず、微笑みながら、情けなくて涙が止まりませんでした。面会室の悦子は、缶につながれて眠っていました。その顔は、驚くほど小さく、痩せ細っています。私は彼女のそばに座り、震える手を握りました。すまなかった。その言葉が喉の奥でつかえて出てきません。今まで一度も感謝の言葉を口にしたことがありません。ありがとうというのが恥ずかしかった。男がそんなことを言うのは弱さだと思っていました。でも今はどうでしょう。彼女がいなければ私は靴下一つ選べない。お湯すらまともに沸かせない。あなた、無理をしないで。薄く目を開けた悦子がかすれた声で言いました。自分の体より私の生活を心配している。その優しさが今の私には何より辛い派でした。
窓の外はどんよりとした曇り空。静岡の山々に霧が深く立ち込めています。もうすぐ本格的な梅雨が始まります。悦子が大切にしていたアジサイが咲き始めました。彼女がいない家で私は一人カレンダーを見つめます。入院費の請求書と溜まっていく洗濯物。家の中はどんどん荒れていきます。医者から厳しい話をされました。覚悟をしておいてください。その言葉が頭の中で何度もリフレインします。私はまだ何も返せていない。50年の恩返しを一つもしていない。時間は情け容赦なく過ぎていきます。冷たい雨がぽつりと窓を叩きました。この雨が止む頃、悦子は隣にいてくれるのでしょうか。悦子がいない家は急激に色を失っていきました。畳の上には脱ぎ捨てた靴下が転がり、台所には洗っていない食器が山積みです。何をやっているんだ、俺は。何度自分を責めても体が動きません。襖に溜まったほこりさえ掃除の仕方がわからない。今まで彼女がどれほど細やかにこの家を整えてくれていたのか。今のカレンダーは彼女が倒れた日のまま。止まった時間の中で私は孤独に蝕まれていました。庭のアジサイも水をもらえず、首を垂らして悲しげに揺れています。東京で働く息子の健一が久しぶりに帰ってきました。荒れた部屋を見て彼は深くため息をつきました。父さん、これじゃあ母さんが戻れないよ。その言葉が私の喉元に突き刺さります。俺だって必死にやっているんだ。思わず声を荒げた私に息子は冷ややかな目を向けました。必死？母さんは50年間これを一人でやってたんだ。父さんが仕事だと言って外で酒を飲んでいる間も図星でした。私は家族のために働いているという免罪符を盾に家のことはすべて彼女に押し付けてきたのです。息子の言葉は鋭い刃となって私のちっぽけなプライドを切り裂いていきました。本格的な梅雨が始まり、静岡の空は鉛色です。病院への道すがら傘をさしても震えます。足元は濡れ、古傷の膝がうずきました。バス停で待つ間、太回りを見渡すと、仲睦まじく歩く老夫婦の姿がありました。かつての私たちもあんな風に見えていたのでしょうか。いえ、私はいつも彼女の和穂前を歩いていました。荷物を持たせることも当たり前だと思っていました。彼女が後ろでどんな顔をして歩いていたのか、一度も振り返ったことはありません。降り続く雨は私の後悔を洗い流してはくれず、ただ心の中に冷たく溜まっていくばかりでした。夜、一人で洗濯機を回しました。使い方がわからず、適当に洗剤を放り込みました。洗い上がった悦子のパジャマは、洗剤の匂いではなく、どこか寂しい匂いがしました。それを一枚ずつ丁寧に広げて干していきます。シワを伸ばさないと乾いた時に痛いのよ。悦子が昔笑いながら言っていた言葉を思い出しました。その時はそんなのどうでもいいと鼻で笑った私。今、一枚のパジャマにアイロンをかけるだけで、こんなにも時間がかかり、
指先が疲れるなんて。悦子、すまない。誰もいない暗い部屋で、私は初めて。大きな声で彼女の名前を呼んで泣きました。深夜、枕元の電話が鳴り響きました。心臓が口から飛び出しそうなほど激しく打ち鳴らされます。佐藤さんのご主人ですか？至急、病院へ。看護師の落ち着いた声が逆に恐怖を煽ります。外はバケツをひっくり返したような大雨。私は上着も羽織らず、夢中で家を飛び出しました。暗闇の中、アジサイの鉢植えに足を引っ掛けました。割れた鉢の音とともに、私の心も砕け散りそうでした。まだだ、まだ行かないでくれ。悦子のいない世界なんて想像もできない。泥だらけになりながら、私は土砂降りの道を走り続けました。あの日彼女が残した贈り物の本当の意味を、私はまだ半分も理解できていないのだから。病院へ駆けつけると、廊下はしんと静まり返っていました。悦子は集中治療室の中で眠るように横たわっています。峠は越えたと聞き、私はその場にへなへなと崩れ落ちました。息子の健一が彼女のカバンを私に手渡しました。父さん、母さんの荷物の中にこれが入ってたよ。それは古びた一冊の小さなノートでした。表紙には見慣れた彼女の丁寧な文字で、あなたへ、私のいなくなった後のことと書いてあります。手が震え、なかなかページをめくることができませんでした。ノートを開くと、そこには驚くべき光景が広がっていました。味噌汁は、このメーカーの出汁が一番口に合います。ご飯は、この目盛りまで水を入れてください。私がいつもうまいと言って食べていた料理の作り方が、1から10まで事細かに記されていました。それだけではありません。ワイシャツの襟の汚れは、この洗剤で落ちます。冬になったら、厚手の靴下は下の段にあります。そこには、家事のやり方ではなく、私という人間を生かすための、悦子の人生のすべてが詰まっていました。ノートの後半には短い日記が綴られていました。それは私が最も冷たく当たっていた時期のものです。今日はあなたに叱られてしまいました。少し悲しかったけれど仕事が大変だったのですね。お疲れ様。明日も美味しいご飯を作ります。私は自分の頬を強く叩きたくなりました。あの日、私は彼女を無視して舌打ちまでしたというのに、彼女は恨み言一つ書かず、ただ私の体を案じ、私の幸せだけを祈っていました。あなたが私の夫で本当に良かったです。最後の一行に涙がぽつりと落ち、文字がにじみました。私はノートを握りしめ、再び悦子のベッドサイドへ向かいました。缶につながれた彼女の指はとても冷たくて、私はその手を自分の両手で包み込み、温め続けました。今まで一度も伝えてこなかった言葉。明日言えばいい、いつか言えばいい。そうやって先延ばしにしてきた言葉が胸の奥から溢れ出してきます。悦子、起きてくれ。謝らせてくれ。俺はお前がいないと何もできないんだ。初めて人目をはばからず、私は声を上げて泣きました。息子が私の肩を静かに抱いてくれました。その時、
私の手の中で悦子の指がかすかに動きました。夢ではないかと私は自分の目を疑いました。ゆっくりと、本当にゆっくりと。悦子のまぶたがかすかに震えています。あなた、泣いているの？消え入りそうな、でも確かな彼女の声。窓の外ではいつの間にか雨が上がり、雲の間から柔らかな月明かりが差し込んでいました。死の淵から戻ってきた彼女が、私を許すように優しく微笑みました。私たちは失いかけてようやく気づいたのです。愛とは大きな事件ではなく、毎日の味噌汁の中に、温かい靴下の中に、そっと隠されているものだということを。1ヶ月後、悦子がようやく家に戻ってきました。玄関を開けた瞬間、彼女は小さく声を上げました。あら、きれいになっている。私が息子と一緒に必ずさ必死に掃除をした家。慣れない手つきで磨いた床が鈍く光っています。彼女はゆっくりと今の畳に座りました。やっぱり家が一番ですね。その当たり前の言葉が心に深く染み渡ります。当たり前の景色の中に悦子がいる。それだけで家の中に命が吹き込まれたようでした。翌朝、私は悦子よりも早く起きました。台所に立ち、あのノートを開きます。味噌汁は沸騰する直前に火を止めること。震える手で出汁を取り、味噌を溶かします。今まで彼女が何万回と繰り返してきた作業。たった一杯の味噌汁を作るのに、これほどの愛情と手間がかかっていたのか。出来上がったのは少し形が崩れた豆腐の味噌汁。それでもノートの通りに作った悦子の味です。お膳を運び彼女の前に置きました。私は初恋の時よりも緊張していました。悦子は一口、ゆっくりと汁をチュワイすすりました。おいしい。本当においしいです。彼女の目から一筋の涙がこぼれました。それは私が今まで食べてきたどの料理よりも温かくて優しい味がしました。50年間向かい合って食べてきたこの場所で、私たちは初めて本当の意味で語り合いました。仕事の話でも子供の話でもなく、お互いがどれほど大切でかけがえのない存在か、言葉にしなくても通じ合うものがありました。朝日の差し込む食卓は、まるで夢のように輝いて見えました。食後、私たちは2人で庭へ出ました。雨上がりの静岡の空はどこまでも澄み渡り、富士山が私たちを見守るように美しくそびえています。枯れかけていたアジサイが見事に花を咲かせていました。私が毎日不器用に水をやり続けた花です。見てください。こんなにきれいに咲いて。悦子が私の腕にそっと手を添えました。私たちは失いかけて初めて知りました。老後の幸せとは遠くへ旅行に行くことでも、贅沢な暮らしをすることでもありません。好きな人とおいしいねと言い合えること。庭の花がきれいだねと笑い合えること。そんな小さな日常を積み重ねること。それこそが人生で最も大切にすべきものだったのです。日は暮れ、空には一番星が輝き始めます。隣で眠る悦子の
穏やかな寝息。私は彼女の手を握り、心の中で誓います。ありがとうという言葉を毎日伝えること。愛しているという気持ちを態度で示すこと。終わりがいつ来るのかは誰にもわかりません。だからこそ、今日という日を精一杯大切にしたい。長年連れ添った夫婦が最後に大切にしたこと。それはどこにでもある普通の日でした。あなたの隣にいる大切な人は今笑っていますか？今日という日があなたにとって最高の普通の日でありますように。最後までお聞きいただきありがとうございました。